パラカヌーの日本代表として、2020年の東京パラリンピックを目指しているアスリートです。パラカヌーは、下肢に障害を持った人が基本的にはできるスポーツで、3つクラス分けって3つカテゴリーがあって、片足しか使えない人、両足使えない人、腕だけの力で体幹も使えない人っていう3カテゴリーに分かれていて、200mの直線を横に並んで、水泳みたいな感じで、用意ドンして誰が一番先に着くかっていう非常に単純な競技です。私は一番重いクラスの体幹も足も使えない KL1 っていうクラスです。水がないと私たちは競技が全くできないので、もう水っていうのは一番大切になってくるものですね。はい。でもちろん水の水質だったりとか海水とか淡水とかそういうのにもよって感覚、水を捉える感覚とかも変わってくるので、その水のコンディションだったりとか水の質っていうのはとても私たちにとって大切なものです。リオのパラリンピックの時の劣悪な環境で、こっちはいいけど向こうの方はちょっとゴミが溜まってたりとか、船の先端にゴミがぶつかってしまって、で練習自体がストップしてしまうっていう、ビニールのゴミとかも結構あったんで、巻き込まれちゃう感じ。はい、そうですね。バババババって抵抗かかりながら動いてるんで重いしっていう感じですね。あとは途中でに引っかかっちゃって脱落っていうか一気にペースが落ちてしまう選手とかもたくさんいるので、すごくそれはもうコンマを争う世界の私たちの競技にとってはすごい大きな問題ですね。ハワイの海はめっちゃ綺麗ですカメとか魚とかもいるし、やっぱ水がきれいなところで練習するときつい練習とかも自然と楽しくなっちゃうっていうか、気分も上がるので、水の質によって私たちの気分だったりとかトレーニングの質が変わってくるみたいなところは多少ありますね。一人一人が日常生活において少しポイ捨てするのをやめたりとか、本当にちっちゃい努力の積み重ねがやっぱり大切なのかなと思いますパラカヌーの一番の魅力として、水上はバリアフリーっていう言葉があって、でやっぱり地上ではどこかに行けないとか、そのバリアを感じることでも水上に一旦乗ってしまえば足がないとか、その足が動かないとか不自由だっていうことを忘れさせてくれるような魅力をパラカヌーっていうのは持っていると思います。なのでぜひ一度パラカヌーとか、別に障害を持った人だけじゃなくて普通に健常者でもお年寄りでも男性でも女性でもぜひ一回カヌーというものを体験していただきたいなというふうに思います。カヌー競技でどうしても口とかに競技をやってる間に水が入ってくることがすごく多いので、やっぱり同じ水でも入ってくるものはやっぱり綺麗な方が嬉しいのかなっていうのが一つと、いろんな遠征で各国に行くんですけど、やっぱりトイレの環境っていうのはすごく大切というか、すごく気にしている部分もあって、やっぱり綺麗な日本並みに綺麗なトイレっていうのはなかなかないんですけど、トイレも綺麗だと嬉しいなというふうに思います。結構ダンサーとかそういうバリアとかっていうのを日頃生活している日常場面で感じることが車椅子生活になってから多いので、2020をきっかけにじゃないですけど、長期的な目標として誰もが入れるようなアクセシビリティっていうのをもう少し整っていけたら、世界中でいけたらいいなという希望を込めて、はい、カヌーをやって川を一緒に共存している身としては
ぜひその水質の改善とかそういう水の豊かさっていうのをこう守っていけたら改善もっともっと向上していただけたらいいかなと思います。